見たことないようなものを建てたいっていう要望が強かったという。あとは素材感をちゃんと表したような何にもないような空間、なんかそんな要望が一番印象深かったというクライアントでしたね。藤原室建築事務所の藤原です。室です。今日は神戸北の方でやらせていただいた平屋の家を紹介しながらいろいろ話をしたいなと。住まいのクライアントさんは60半ばぐらいのご夫婦の方で、奥様の方が半身不随の方で気晴らしというか外で散歩しているようななんかちょっと空間があればいいんだろうかな、なんかそんな思いで多分計画が進んでいったっていう。まあなんとなくこれ見てあれっていつも確かに思われるのが、屋根と下のがどうなってんですかってよく言われたりはするんですけど、奥さんが家の中で多分いる時間長いだろうっていう時に上の方から大屋根が抑圧されたようにドンとかぶされたらやっぱりちょっと外出たくなるかなと思うんですよね。こう上が軽やかに浮いていることで気が晴れるんじゃないかなみたいな、そういう感じでまとめていったっていう経緯があります。これが図面ですね。まず車こう止めてますよね。点々点って、ここが今車止めるところで、車出たらまず一般玄関がこっちなんですけど、ちっちゃいこう部屋がまずこっち左手にあって、で一応ここら辺で靴、1番とここら辺で靴脱ぐんですけど、そこの右手にちょっと収納があって、ここで靴収納があったりします。でそこ入っていったら左手にシャワールームがあるんですよ。ここにだからここはちゃんと比較的落ち着いてシャワー普通に浴びれる場所が1個シャワールームがあって、トイレがあると。でここ入り込んで上の方に手洗いがあったりして、その入り込んだこの5番って書いてあるところがランドリーエリアで、この干したりする場所がありますと。でこの4番のところで入り込んだらまたちっちゃい部屋があって、ここでも寝れると。でこの紫色の6番っていうところがメインな浴室、手洗いがあって、基本ここは車椅子でそのままこう入り込めるような動線になっていると。でお風呂のような水たまりのようなものがここにあってっていう感じになってる。またそのまま右の方へ行くとずっと入り込んで、この8番のとこがクローゼットですね。もうやっぱりなかなかコレクションとか衣類とかも多いんで、ここに収納していって、でこれ上抜けていって外出ると手入れするためにここがドライエリアで、下の方行くとこの9番ってところがキッチンでずっとまたその下の10番が今の奥様の部屋っていうような構成になってる。で今ちょっと外れたの11番の左下のエリア、これがいろいろなコレクションを並べたり、外からちょっと眺められたりもできたらということでそんなエリアになっていると。なんか疑問ありませんか？10番は奥さんが泊まるところです。ご主人さんはどこにいるでしょう？ちょっと思います。基本の寝室はこの10番の上にあるんです。10番の上。すのこになっていて、その上で寝てるんですよ。はい、これのすのこがこの映ってないけど登るはしごみたいな。はしごはリビングからはしごちょっと隠してあったんですけど、写真では、リビング見てもらうとここからよじ登ることになってるんですね。でもいい場所ですよ。めちゃめちゃ景色がいい。でも一応個室2つちっちゃくあって、それはお子さんが帰られた時とかそういう時に使ったりするみたいです。で寝室にもお手洗いがある。奥さんが一人いる時に転んでしまったらもうおしまいなんですよ。誰もいない時に転んだらもう起き上がれないから、棚がこう湾曲してるんですけど、まずこう寝返って手を置いて、でこのちょうどこのいい距離にトイレが置いてあって、でこの手洗いの横に丸いなんかちっちゃい丸があるんですけど、あれ手持ったりするんですよね。左にっていう動きを全部やってまた戻れたりとか。後ろの壁の棚収納兼、こうちょっと手すりというか代わり。だからバリアフリーな感じのものはあんまりないなと思ったのが、もう建物自体がもうそうですね、全体そういうつもりなんですけど、それを感じさせないでほしいっていう。でここが何にもないような空間っ
っていうようなとこから出来上がった広いエリアなんですけど、まあ家なんで用途としてはリビング、ダイニングで、この写真でいくとなんかよくこの突き当たりにあるこのなんか薪ですかってたまに言われるんですけど、これはガビオンって言って網かごの中に石を放り投げて絵にしているっていう、そういうものですね。こういう壁をいろいろ立ててて、広がりが感じられるように操作してるんですよね。こう向こうに針がついていって見せれるみたいな、そういうデザイン的な操作をしてます。じゃあ一個聞きたいんですけど、その暖炉がありますよね。これ暖炉だけでもうここ全部温まるんですか？何か空調が他にあるんですか？地面の上に電熱線を引いてあって、その上にコンクリートを出るんですよ。床暖房みたいな。床暖房って言ったらいいんですかね。床暖房確かに。普通の人と床暖房とちょっと違っていて、やっぱ冬とかってこうコンクリートは基本的にその冷え切っちゃうと大変なんですよ。ずっと冷え切っちゃうとずっとそれでこう蓄冷しちゃって、どんだけエアコンとかがやってもなかなか効きにくかったりするんで、その冬場になるとこうずっとつけっぱなしになるんですよね。それに対して薪ストーブやるなりエアコンかけるなりするんですけど、エアコンもあるんですね。床こうちょっと木の格子になってるルーバーのこの下にエアコンが隠されてる。じゃあ夏はそこから冷風が出る。ちょっと不思議なのが、冬場もこうやってちょっとこう今日みたいに日が当たるだけでこのガラス面からすごい高度が低くなるんで、床がすごい温まるんですよ。東向きですか？南向きですね、こっちが。南向き。で温室みたいな感じで冬なるみたいですね。日中はだからもしかしてずっと曇りやったら確かに寒いかもしれないですね。多分夏はこんだけ天井高くってこんだけ屋根かぶさってるから、多分影ってそんなにこの暑さとかはないみたいですけどね。天井も4メーターか 4.5 かわからないですけど、それぐらいあるんですよ。じゃあこの高さもご夫婦が希望されたこれくらいの高さ？いや全然希望してないかもしれないですね。こんな高いはずなかったってかもしれないけど、一応高さは一応伝えてるんです。そういうことで開放性というか、家の中で散歩できるかなぐらいの、一応身体的な高さはある程度伝える、多分わからないと思うんで、でもやっぱりこう模型作ったり CG 作ったりとか、いろいろそのところで身体的などんな感じですよっていうのは説明はなるべく丁寧にはしてるんですけど、あとは、なんか物干し竿とかが全然見えない。そうですね。洗濯機がどこに置かれてるのかな、そういう部屋はあったりするんですか？写真に載ってないと思うんですけど、ランドリールームみたいなのが隠れてるんですけどね。そもそもの日常の当たり前なものってどうなってるかっていうのは、そうですね。なんか生活感があんまりないお家なので、やっぱりその結構特徴的なお家っていうのと、奥様のこととか配慮して建てられたお家もう10年ぐらい経つんですか？住んで5、6年ぐらいかな。なんか住まわれた後にお話し合われることとかはあるんですか？ちょこちょこありましたね。ここが良かったとか、こうしてほしいとかあったりするんですか？追加の要望とか。そんな大きくは何もなかったんですけど、やっぱこの住んでみてこんな風やったとか、そういうその住んでみての感覚はいろいろ聞きましたね。冬は何も暖房つけてなくてもすごい暖かくって、なんか植物がむちゃむちゃ育つとかっていう不思議な現象だと思われたかもしれない。僕らも確かに言われてからってなるんですしね。なんとなく想像することもあれば、想像よりちょっと超えることもあるし、期待よりちょっと外れることもあるんですけど、この家だと教えてもらうととても面白い話はいろいろですね。もう一個聞いていいですか？結構開放感がある、外からも結構家の中が見えるお家なんですけど、プライバシーの配慮とかあるのかな、例えばお風呂とかもなんか見えないかなって、私はだったら不安に不安ですけどね。今写真見えてそうな窓あるんですけど、あれぐらいですね。でもプライバシーはいつも気にしてるんで見えないですね。あんまりもう世界各地のいろいろ見すぎちゃって、もう普通のお風呂入りたくないんですよ。このシュールなんですけど、5センチが深さしかないですけど、この状況で寝そべるぐらいで寝湯みたいな。はい。でも丸見えなのは、本当の意図は奥様が仮に一人で何かがあった時見えるようにしてるんで、水回りとかには見えるようにしたいなっていうのは。
あんまりなんかこうシーリングライトとかこう照明がなさそうに見えるんですけど、明かりはどういうふうに？やっぱシンプルにしたいっていう意図があるから器具をなるべく見せないようにすべきやなと思ってたんですね。ということで結構この上の方からこうまず間接で強い光を上に当てて光らせてるんですね。だからまあ基本的にはあんまりこう器具が出てこないように隠してあるんで、まあ見えてはいるとこあるんですけど、なるべくこう主張しないような方法であちこち光らせてます。針と言いますか。そうですね。そこに隠れてる。そうです。はいはいはい。このお家とってもかかってそうなんですけど、実際おいくらぐらいかかってるんですか？そうですね。建築費。建てれるぐらいの建てれるぐらいのまあ3倍4倍かもしれない。まあでもあんまはっきりちょっとここではあれなんですけど、思った以上に抑えてるんですよ。ほとんど素材なんで豪華な仕上げをしてないんですよ。大理石とかタイル張りがどうとかいうことに一切興味を持ってない方だったんで、その素材そのものしか見たくないっていう。だから棚も合板だし床もモルタルのままそうしてくれっていうぐらいの人なんで、そんなかからないですね。まだ何か質問はないですか？もう大丈夫ですか？はい、全部聞けました、はい。ありがとうございます。じゃあまた何かありましたらコメントなどお願いできたらと思ってます。高評価とチャンネル登録をお願いします。また継続していろんな住宅を紹介したいなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。